転している奇跡のポーターキャブに自作の木製キャビンが固定できたので、これから激坂を試走する様子をご覧いただきます。待ってろ激坂。ちょっと説明は終わった。エアコン入れてくれる？暑くて仕方ないんだけど。エアコンついてないよ。下ろして。大丈夫、強制冷却装置がついてる。左に三角形の窓があるでしょ。それを開いてこっちに向けて。そうそう、すごい風で強制的に冷却されるでしょ。冷却、確かに風はすごいけど全く冷えてないんだけど。まだ足りないの？だったらこれでどう？台風並みの風が足に直接当たるからすごく冷やされるでしょ。よかったね、今日はミニスカートでなくって。何言ってんだこの L じじい。今日は天気がいいから気持ちがいいね。旅行の時もこのぐらい天気がいいといいのにね。ちょっと待って、旅行って何？走行テストが終わったら旅行やキャンプに行くから、そのためのテストだからね。この昭和の車で無理、絶対無理。確かに今履いてる30年前のタイヤはちょっと危険なので、走行テストが終わったらタイヤは新品に交換するから大丈夫。問題はそこだけ。まだ暑いから東北がいいかな、それとも夏を惜しんで九州？そうだ、四国のお遍路88カ所巡りなんかいいかもね。目の前の山に登るからね。低い山だけど道は急なんだよ。どうしていきなり激坂に行くの？普通は平らなところからテストするでしょ。僕が作ったから大丈夫。ここを曲がればいきなり激坂なんだよ。荷台にキャビンが乗っているので重く感じると思ったけど、いろいろ工夫してキャビンを軽量化したから心配してたほど重さは感じられないね。例えば構造は太い柱を使わずに板を使って面的に剛性を高めたり、軽いアクリル板を使って積極的に窓やサンルーフをいっぱいつけたり、何よりもキャビンの高さを低くしたから軽くなってとても走りやすいよ。このコーナーを曲がってちょっと行くと舗装がコンクリートになってて丸い輪っかの模様がついてるよ。丸い輪っかって何？坂が急だとね、アスファルト舗装の厚みを一定にするのが難しくって、重機でうまく締め固めができないんだって。その点コンクリートの方が施工が簡単だし、丸い輪っかは滑り止めだよ。俺って博学だよね。ただの雑学でしょ。2速と3速のギア比が離れているので、これだけ激坂だと3速に入れると失速しちゃうね。今のところ何の問題もありません。実に快調です。一度停車してキャビンの様子を見てくるからね。全く問題なし。こっからが最後の激坂だから、あと少しで頂上。
山頂に着いたよ。あら、いいところね。よーし、下りのテストに行くぞ。ちょっと、もうちょっとゆっくりしていかないの。下りのチェックポイントはブレーキの効き具合と車のロールです。どうだった？運転してるとほんの少しだけ重さは感じるけど、坂道を登るのに影響なかったし、重心が低くできているからコーナーで振られることもなかったね。軽トラは荷台に荷物が乗っていないと軽すぎてポンポン跳ねちゃうんだけど、ちょうどいい重さっていうのかな。逆に走りに安定感が出たような気がする。下りはエンブレがよく効くけど、ドラムブレーキはやっぱりちょっと怖いかな。軽トラのことはよくわかんないけど、確かに上りも下りも意外と安定してたね。でしょ？車がフラフラすると車酔いしやすいんだけど、今日は日本一車酔いする人が車酔いしなかったもんね。いよいよ旅行が楽しみだね。それとこれとは別の話。いかがだったでしょうか。今回は夫婦の会話を再現する形でお届けしました。今後の展開にご期待ください。今日は最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録してまたご覧ください。ありがとうございました。